ワディーカー。バンコク在住野菜ソムリエプロ、健康料理研究家の青です。サラディクッキングチャンネル5回目の今回は、お料理レシピのショートバージョンで気軽に見ていただけるよう編集しました。というか、私がもっと気軽にガンガンアップしていきたいなと思ったので、軽めな感じで参ります。ご紹介するのは、第1回目のトムヤムライスのアレンジ、トムヤム焼き豆腐です。トムヤムライスに豆腐を入れてみたレシピがありましたが、あれが思ったより美味しくて、豆腐ってトムヤム味によく合うなぁと実感したのでした。こういう連想ゲームみたいに広げていくのってなんか楽しいですよね。これいけますよ。ちょっとしたおつまみになります。トムヤムライス同様、材料が揃えばあっという間に作れます。用意するのは、レモングラス、ニンニク、唐辛子、木綿豆腐、ナンプラー、ナンプリックパオ、油です。レモングラスは根元を切り落としてみじん切り、下の太い部分、カットした時にうっすら紫色がついている部分を使います。先の方はお茶にでも使うといいでしょう。ニンニクと唐辛子はみじん切りにします。木綿豆腐を一口大に切ったらいきなりフライパンに入れちゃって、そしていきなりナンプラーをかけちゃいます。大さじ 1.5 入れてますが、豆腐の大きさにもよると思うので調整してください。もともと豆腐にナンプラーをつけて厚揚げにすることはよくあったんです。でも豆腐の水抜きも面倒だし、ナンプラーの染み込み具合、味の濃さの調整もちょっと難しくって、美味しいのは分かっていても頻繁に作れずにおりました。このレシピならナンプリックパオやレモングラスの力も借りるので、豆腐にそんなにしっかり味が染みなくても大丈夫。思い立ってすぐできる料理って嬉しいですよね。ナンプラーがほぼなくなったら油を加えます。油をこのタイミングで入れるのは、先に入れるとナンプラーが豆腐に染みるのをブロックしちゃうかなと思ったからです。油を使うのは表面をカリッとさせるためですが、カロリーを抑えたい方は少なめに、フライパンによってはなくても大丈夫でしょう。あるいはもっとボリュームが欲しいという方は、小麦粉や片栗粉、米粉などを軽くまぶして厚揚げっぽくしてもいいですね。豆腐を上手に焼けたらいいんでしょうけれど、タイミングが難しいので一旦取り出します。レモングラス、ニンニク、唐辛子を炒めてカリッとしてきたら豆腐を加えて全体をよく混ぜ合わせて出来上がりです。ナンプリックパオを忘れてました。これがないとトムヤムじゃないですよね。水で溶いてから入れると混ぜ合わせやすくなります。いかがでしたでしょうか。レモングラスがなくても、ナンプリックパオとナンプラーだけでもタイっぽい味を味わえます。日本でなかなかレモングラスが手に入らないという方も試してみてください。実はベトナムにレモングラス豆腐という料理がありまして、それと似たような感じになっています。そのレシピは厚揚げに具をかけるパターンで、ナンプリックパオは入らずもっとシンプル。レシピによってはナンプラーやニョクマムではなく塩コショウでシンプルに仕上げているものもあります。これも試してみたいですね。では今回はこの辺で。ご質問などお気軽にコメントください。サワディーカー。